レノンクスポケスリ攻略ツールさんの使い方。ジャスパルと申します。これまでねちょいちょい要望をいただいておりましたレノンクスポケスリ攻略ツールさんの計算ツール、ちょっとね使い方難しいということで3年近くこのサイトを使い続けている私のもう別に公式でも何でもない使い方の解説やっていきたいと思います。本当に公式でも何でもなくて、ただ長い間使っているというだけなので、私も多分全然理解できていないことが多数あるんじゃないかなと思うので、ちょっと有識者の方いらっしゃいまして、私が間違っていることを言っていたら優しくコメントで指摘いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いします。そういったただのね一ユーザーがなんとなくこういうことだよっていう動画なので、あらかじめご了承ください。そんなわけで今回この動画では生産性比較、チーム分析の私がね動画でよく使っているこの2つのツールについて主に解説していこうかなと思います。ちょっとねとっつきにくいんですけど、慣れちゃえばだいぶ動かしやすくなるんじゃないかなと思うので、今回触りだけではあるんですが見ていってください。それでは参ります。ということでレノンクスさん、早速ねこれトップページなんですが使っていこうと思うんですが、一番最初にちょっとだけめんどくさいお話をさせていただけたらなと思います。このページの右上ログインと書かれているんですけれども、できたらログインして使った方が便利です大体のサイトねそうなんじゃないかなと思うんですけど、ログインすることによって、設定をねデフォルトじゃなくて自分好みに変更しておいたりだとか、ポケモンボックス左側にあるんですけど、ポケモンボックスに手持ちのポケモンを登録しておいて後で一発で呼び出したりとかできたりするので、できたらGoogle アカウントとかでログインすることができるので、やっていただけるとより便利にお使いいただけるんじゃないかなと思います。ちょっとねめんどくさいんですけど、最初にここだけやっていただけたら幸いです。でデフォルトの設定もちょっとちらっと見ておきましょうかね。当サイトのデフォルト設定を表示しています。設定変更の保存適用にはログインが必要ですとなっています。例えば元気が元気オール S レベル6、18回復 ×3 回になってたりしますね、デフォルトは。で元気計算モデルっていうやつがあるんですが、これが理想的だったりします。私がね動画で使ってるのはだいたい現実的で18回復 ×4 回にしてあったりとかしますね。あとは食事、カレーシチューが今選択されていて、料理スケジュールっていうところがあるんですけど、ここがレベル50の辛口ネギ盛りカレー3食がデフォルトの設定となっていて、多分これは動かせないのかもしれない。デフォルトだとちょっと動かすことができないんですけど、ここを実際に自分が作る料理のレシピレベルとかに当てはめてもらえると、実際その食材のポケモンがどれぐらいエナジーに貢献してるかみたいなものがね見やすかったりとかするので、そういったところもちょいちょい変えてもらえるとより便利かなと思います。デフォルト設定だと睡眠時間が0時から8時半の8時間半になっていたりとか、そういったところに違いがありますね。なおお手伝い回収頻度という項目があるんですが、こちらはデフォルトだと、毎秒タップということになってますね。これはプレミアムに課金することでお手伝い頻度、回収頻度を設定することができるようになります。なので私の動画で表示しているなんやかんやは全部毎秒タップのものになるので、実際はねそこからスキル期待値とかを下げて考えないといけないんですよね。そんな感じだったりとかします。というのがデフォルトの設定であるんですけれども、ログインすることで自分の設定反映させることができるので、よかったらぜひやってみてください。それでは生産性比較から参りたいと思います。ということで左のメニューバー上から4つ目、生産性比較見ていきましょう。で今回はこのデフォルトの設定のままやってみようかなと思います。でポケモンを新規入力、ボックスから選択、シェア ID から取り込みとあるんですけれども、シェア ID は私よく分かっていないので、ボックスにねログインしてポケモンを登録していればボックスから選択で一発で呼び出すことができるんですが、今回は新規入力でやっていきましょう。で生産性比較になるので、ポケモンを比較する際なんかにこの機能を使うといいのかなと思います。せっかくなので最近ね登場したラティオスなんか見てみましょうか。ラティオスとかだと特別なポケモンで呼び出すこともできたりしますし、ポケモンタイプからドラゴンタイプ選んでもらって探したりとかするのも楽なのかなと思います。ラティオス選んでもらって、そうするとポケモンの編集画面が表示されます。せっかくなのでレベル70とかで見てみましょうかね。でスキルレベルをマックスにせっかくなのでこちらもしてみましょう。でじゃあ木の実の数 S 選択します。であとはね他にもサブスキル設定できるんですが、今回は木の実 S だけでちょっと見てみましょうかね。でじゃあ木の実の数 S と
現在6万エナジーとかが表示されてるんですが、タップすると詳細を開くことができます。だいたいどれぐらい1日でお手伝いしてるのか、現在のデフォルトの設定だと元気はこんな感じになってて、寝てる時の元気で所持数がこれぐらいの時間で埋まってしまうよとか、食材これぐらい集めるよみたいなことが書かれてますね。で、流星群木の実の数 S のスキル期待値は 2.26 回らしいぜみたいな。ただしこれは毎秒タップなので、ここから自分でちょっとこれよりは減るだろうなみたいなのを補正していかないといけないという感じになってます。で、比較なのでラティオスの、じゃあ他のサブスキルのラティオスも見てみましょうか。この上側のここの上にある、ペンマークの左、複製できそうなやつ、これを押していただくと同じラティオスがコピーされます。で、また編集画面を鉛筆みたいなマークから開いてもらって、じゃあ木の実の数 S じゃなくてスキル確率アップ M だったらどうだろうというのを呼び出してみましょう。そうするとエナジー的には6万49ということで、意外と木の実の数 S とスキル確率アップ M 強さに差はそんなにないんだなみたいなことが分かったりしますね。で、この流星群のエナジーに関してなんですけど、すべて自分の木の実を、これだと78個、ドラゴンタイプが5種類いる場合で集めてきたエナジーが表示されております。なので実際にチームで考えると、ドラゴンの種類が減ったりとかしますし、その場合はもしかすると木の実の数 S 型の方が有利なんじゃないかなと。スキル型でスキルがね今最強の状態でこのエナジーの差ってことは、スキルのポケモン、ドラゴンのポケモン減っちゃったら木の実型の方が強いのかなみたいなこともなんとなくね分かったりとかするかなと思います。そんな感じで、じゃあ次ももう一個せっかくなのでお手伝いスピード M にしてみましょうか。スキル確率アップ M じゃなくてお手伝いスピード M にしてみるとこんな感じだよと、5万9000エナジーぐらいなので、やっぱりこの3つのサブスキルここで比較する分にはそんなに差がないんだなっていうことが分かったりだとか、で他にも比較なのでね、違うポケモン入れてみましょうか。ポケモンまた新規入力で選んでもらって、ドラゴンタイプからボーマンダ見てみましょう。じゃあレベル70、木の実の数 S、 これでいってみましょうか。これだとエナジー的には3万7000エナジーぐらい。現状ね、これどこの木の実一致でもなければフィールドボーナス 0% の純粋な能力の比較がされています。3万7000エナジーぐらいってことで、やっぱりラティオスってめちゃめちゃ強いんだなみたいなことが分かったりとかしますね。じゃあ他にラティオスぐらい強いポケモンっているのかなみたいな。せっかくなので同じ木の実バーストの樹海院とかにしてみましょうか。樹海院選んでみて、これもレベル70、せっかくなのでスキルレベルマックスにして、樹海院はね木の実の数 S の方がスキルアップしているより強かったりするので木の実の数 S にしてみましょう。そうすると4万9966エナジー、ほぼ5万エナジーということで、こうやって能力だけ比較するとスキルレベル6のスキルのポケモンたちはボーマンダの木の実 S 持ってるレベル70よりもこんなに強いんだみたいなことがね、なんとなく比較できたりとかしますね。ただしボーマンダの料理パワーアップ S はエナジー換算されていないので、ここのエナジーだけ見てもちょっとねなかなか判別しづらいところではありますね。最終的にはこの料理パワーアップ S も我々の方でねスキルとしてエナジーどれだけ稼げるのかっていうのをなんやかんや多分換算しないといけないところではあるかなと思うんですが、こういう風に比較できるよという感じになってます。それがねの生産性比較となってます。でちなみに樹海院の木の実バーストも自分自身の木の実を50個集める設定となってますね。本当は自分30個、味方5個ずつかける4匹で50個なんですけど、この生産性比較のシーンにおいては自分の分だけを50個、ラティオスであればラティアスがいない分78個が集めるような設定になってます。一応この流星群のところから木の実の数をスキル期待値で割ってあげると、78個分ぐらいみたいなのがね割り出せたりとかします。そんな感じの生産性比較となっております。ここまででわからないこと何かございますでしょうかリアルタイムで質問に答えられるわけではないので、何かねここわかんないですっていうことあったらぜひともコメント書いておいていただけたらなと思います。こんな感じで普段の動画とかでも使用しているわけなんですが、これのタップ頻度は毎秒タップということになってるので、実際のスキル期待値はこれよりも減っちゃうよなと。だから実際ねこの木の実の数 S とスキル確率アップ M のラティオスを比較した時にタップ頻度の分多分スキル期待値が下がっちゃうから、そうすると影響大きいのはスキル確率アップ M のラティオスなのかもしれないとか
逆にタップ頻度がより長くなっちゃって、所持数が埋まりすぎちゃうと木の実 S の方が強くないかもなとか、いろいろね、タップ頻度によってもいろいろ差が出てくるかなと思うので、そのあたりうまいこと補正してあげる必要があるよという感じになってます。そんな生産性比較でした。で、じゃあ特に単体でね、比較するのが難しいポケモンたちもいると思います。ラティアスみたいなヒーラーなんかはね、特にそうなんじゃないかなと思うので、そういった部分を比べるのに最適なのがチーム分析かなと思います。お次、チーム分析見ていきましょう。この左のメニューバー6番目、チームからチーム分析選択して動いてみます。そうするとこんな画面になります。やることは基本的に一緒ですね。あとさっきのね、生産性分析の時にちゃんとお話ししてなかったと思うんですけど、表示されてるのは1日分24時間分の計算結果になります。で、その睡眠時間のね、デフォルト、今回の設定だと8時間半が入った24時間ということになってますね。そんな感じで見ていきましょうか。じゃあ、ラティアスのドラゴンチームで、他のヒーラーと比較とかしてみましょうかね。ラティアスは特別なポケモンなので、ここから探すのが早いですよと。せっかくなので、わけもわからずレベル6、70にしてみて、スキルレベルマックスにしてみて、スキル確率アップ M にしてみましょうか。ラティアスはね、癒しの波動のお手伝いサポートが強いんですけど、元気の回復量に関しては、サーナイトとかの半分ぐらいしかないよという感じになってるので、そこがどう影響出るんだろうみたいな感じですね。せっかくなのでドラゴンチームで比較してみましょうか。みんなレベル70で、スキルの、ポケモンは、ラティオスはスキル確率アップ M に一応ね、便宜上してみて、他にもドラゴンタイプのポケモン入れてみましょうか。で、自分でポケモンの名前打って検索することもできます。で、じゃあ、ボーマンダにしてみて、レベルは70、木の実の数 S。で、あとは、ちょっとね、デフォルトの設定だと食材のポケモンの評価が難しかったりするんですが、海竜とかも入れてみましょうか。レベル70。じゃあ、わかりやすく木の実 S にしてみましょうかね。木の実の数 S。で、最後はオンバーンとかにしてみましょうかね。オンバーン。この子も木の実の数 S にしちゃうとちょっと癒しの波動がずるくないかという話はあるんですけど、せっかくなのでやってみましょうか。スキルレベルも7にしちゃいましょう。こんな感じで見てみると、ここに日産22万6717エナジーと書かれているので、これがラティアスを入れている時のチーム全体のエナジーなんだな、みたいなことが分かったりします。ちなみにこの日産と書かれているところタップすると、より詳細が見ることができたりします。木の実はどれぐらい稼いでいて、食材はこれぐらい集まっていて、で、この関節スキルっていうところに癒しの波動でどれぐらい食材集められているかとか、流星群と癒しの波動のお手伝いサポートで合計木の実は344個集められてるよとか、食材これぐらいお手伝いサポート部分で稼げてるよみたいなこともね、表示されていたりとかするので、だから事実上、このチームにすると、海竜は98個ぐらいハーブを集められているという感じになってます。で、詳細のタブ、この概要の横、詳細のタブに進んでもらうと、各ポケモンたちの詳細がより分かりやすく表示されているという感じになってます。でももう書かれてますね。ハーブ、だいたい83個ほどと、15個ほどが足されて、100個には満たないけど98個ぐらい集めてるぜ、みたいな感じが分かったりとかするわけですね。で、じゃあ分かりやすいので一旦概要に戻っちゃって、じゃあこのラティアスを他のヒーラー、じゃあせっかくなので最強ヒーラーであるサーナイトとかに変更してみましょうか。そうするとどうなるでしょうか。ポケモンタイプエスパータイプからサーナイト探してみて、わけも分からずレベルは70、スキルレベルマックス、スキル確率アップ M にしてみましょう。こちらドンということで21万1880ということで、さっきどれぐらいあったっけ23万ぐらいありましたっけ。少なくともラティアスの時よりやっぱりこのドラゴンチームで考えると、サーナイトはラティアスよりは強くないんだみたいなことが分かったりしますね。で、また日産とか詳細も見てみましょうか。詳細で詳しく見てみると、海竜のね集めてる食材の数自体は変わってないみたいですね。多分ね、他のポケモンたちね、木の実エナジーがちょっと変わってると思います。サーナイトの方が元気回復は得意なので、いつの間に育成の寝ている間のね、木の実エナジーとかはかなり増えてるものと思いますが、例えば海竜のハーブは80およそ3個だけとなっていて、癒しの波動の分がないので、もちろんね、この関節スキルのところに食材の表記はないので、これ以上食材増えないよみたいな部分も、ラティアスの方が強い要因だったりとか
すると思います。で、まあそんな感じでチーム単位でどうだっていうのをね、比較できたりとかします。で、このチーム比較の時は、例えばサーナイトを外してみるんですが、そうすると、まあ元気のお手伝いスピード補正のところには、デフォルトの設定であった18回復 ×3 回っていうやつが載ってない状態になってます。もう完全にここにいるポケモンたちでどうなるかっていうのが表示されているので、またね、ちょっとそこで生産性比較のところとはデフォルトの設定が違うよという感じになってたりとかしますね。まあ、あとは、せっかくなのでもう一度は間違えてアーボになっちゃったんですが、ラティアスを出してみて、特別なポケモン、ラティアス。で、一旦レベル1のままにしておきましょうかね。で、スキル確率アップ M とスキルレベルマックスだけして、この上のね、タブのところをタップすると全員一括でレベルを調整することができます。レベル30にしてみたり、50にしてみたり、70にしてみたり、などができるよという感じになってますし、他にも、設定でいろいろと付け加えることもできますね。この画面のログインの左2つ隣の歯車っぽいやつ、これが設定になってるんですが、デフォルトだとできないかもしれないんですけど、イベントボーナスというところがありまして、できるかなね、現在ね、自動ということになっていて、実際今イベントが走っている場合は、ここが自動で、現在のイベントのスキルの補正とか、食材の補正とかに自動で切り替わってくれるんですが、カスタムしたりだとか、今はやっぱできないのかな、デフォルトの設定だと。で、私は動画でチームの一覧とかを出すときは、基本的にこう、イベントの設定が載っちゃうと、ややこしくなっちゃうので全部無補正にしていて、必要な時だけね、こう自動でイベントカスタムをしたりとかしてます。これもログインすればできるようになるので、そういった時にそのスキル 1.5 倍のイベントの時だと誰が強いんだろうなみたいなのを調べたりする時に、この設定からイベントボーナスとか追加してもらえると分かりやすいですし、例えばじゃあ今後料理 1.5 倍のイベントが来ますとか、ドラゴンの木の実なんか 2.4 倍のイベント来ますみたいなのも事前にね、自分で設定して調べることができるという感じになってます。なかなか早口だったと思うんですけれども、なんとなくお分かりいただけましたでしょうか。ちなみにじゃあせっかくなので、なんかラティアスじゃなくてもう一匹ボーマンダ入れた時とかも見てみましょうかね。なんかそういう風にいろいろと設定変えて調べることもできますと。これやるんだったらあれだな、ボーマンダを複製すればよかったな。ね、そんな感じなんですけど、これで日産が、もう19万1000なんちゃらエナジーと、サーナイトを入れてる時よりもやっぱり減ってるねと、ヒーラーってすげえ大事なんだなっていうのがね、分かったりとかしますかね。そんな感じでお使いいただけるといいのかなと思います。ということで、あまりにも駆け足ではあったんですけれども、この辺が基本的な使い方となります。これでね、ログインしてもらって、ボックスに自分の手持ちのポケモンとか入れとくと、結構ポンポン呼び出せて、比較がしやすいかなと思います。何かわからないことあれば、ぜひね、コメントでもまたお聞かせいただけたら、なんやかんやできるかもしれません。よろしくお願いします。で、その他にもね、ちょっと面白めな機能もいくつかあるのでお話ししていくんですが、例えばこの木の実、食材、メインスキル、みたいなところには産量グラフっていうね機能があったりするので、それもちょっと見てみましょうか。食材産量グラフ見てみましょう。これも私が動画でちょいちょい使ったりするんですけど、こうグラフでね、視覚的に分かりやすく表示してくれる機能があったりします。で、これは現在のデフォルト設定かつ、別にその食材確率とかサブスキルは載ってない状態になりますね。サブスキルを設定したい場合は、プレミアム的ななんやかんやが必要になりますので、私の動画で表示しているのも基本無補正毎秒タップの状態となってますね。そのあたりはちょっとこううまいこと補正しないといけないんですよね。で、例えばこれ食材でアボカドにしてみましょうか。するとアボカドを集めるポケモンだけがずらり表示されます。で、こんな感じで、例えば進化段階、最終進化のポケモンだけでいいよと思ったら最終進化にすればいいですし、いやいやと、進化前のポケモンの2000時間リボンの能力が気になるんだと思えば、一緒に眠った時間ってやつがあるので、これ2000時間リボンつけてもらえると、ビブラーバーはアボカドの能力ジジイロンよりは強いんだなみたいなことが分かったりとかするんですが、これ岩パレスがね表示されてるんですが、この岩パレスのアボカドの量はスキルの分も含まれております。多分ね外すことはできないんじゃないかと思ってます。私はちょっと分かんない
感じなんですけど、現在ね、スキルレベルが基礎レベルという風になっていて、イワパレスの基礎レベルは石住まいから進化したら1上がるので2になってますね。1進化のポケモンは2だし、2進化のポケモンは3にが基礎レベルとなってますね。じゃあこれを最大レベルにしてみましょうか。最大レベルかつ2000時間リボンの状態だと、イワパレスはフライゴンの AAA と、まあ匹敵するぐらいの能力になるよという感じに見えたりとかしますね。なのでこの食材のグラフ見るときは食材のスキルも足されてるんだなという感じでご覧いただけたらなと思います。そういう風にね、なんやかんや調べてみたりとかもできますし、あとはポケモン経験値計算とかもやれたりするので、そういった機能も私はちょいちょい使ったりとかしますかね。そんな感じでしょうか。私がメインで使うところはそんな感じですね。あとはなんやかんや、それこそね、最近だとマップが大きな調整が入ったので、マップのなんやかんやを調べることができたりとか、どこのランクまで上げたら誰の寝顔が解禁されるのかとか、そういったことを調べたりとか、シンプルにポケモン図鑑でそのポケモンの詳細な情報を調べたりとかっていうこともできるようになってます。で、一つ注意点というか、普通にこのサイト攻略サイトでもあるので、例えば不思議だねの星3寝顔をまだ見てないよっていう時も、調べてったら全然普通に出てきちゃったりとかするので、それをね、自分で見るまでは、なるべく情報入れたくないですみたいな場合は、うまいこと、うまいことやっていただけたらなと思います。私もね、やっぱ自分で寝顔見て、リアクションしたい人間なので、私はね、本当に幸い忘れるのが劇的に得意なので、あと目の端で捉えた情報とか全然覚えてられないし見てもないので、自分の性格がね、幸いして非常にこのサイト使いながらでも毎日のリサーチとても楽しく遊べているんですけれども、もうちょっとでも見えちゃったらもう見ちゃうよと、気になっちゃうよという方はね、そういった部分はうまいこと、自衛していただけるとより良いのかなと思います。そんなレノンクスポケスリ攻略さんの、生産性比較とチーム分析の主な使い方となります。そんな感じなんですけれども、いかがでしたでしょうか。ここまででなんとなく使えそうでしょうか。ねえ、で、なかなかね、単体のポケモンのスペックだけをもう比較することもね、やっぱその生産性比較で、じゃあ例えば手持ちにラティオスが5匹いますみたいな時に、それぞれのラティオス打ち込んでもらってみれば、誰が一番強そうだなっていうのが分かったり、で、そこに、これ毎秒タップがデフォルトの設定になっているので、いや、私のプレイ環境だと、実は、木の実の数 S の方が強いのかもしれない、いや弱いのかもしれないみたいなのをね、なんとなく補正して選んでもらうみたいなことがしやすくなるかなと思いますね。シンプルに単体のポケモンをなんやかんや分かりやすくパッと出すのは多分ね、ニトヨンさんの個体値計算ツール4ポケモンスリープでしたっけとかが分かりやすく使いやすいかなと思うんですけれども、こうやって何体も比較したりとかチーム単位で見たりするのはね、とても便利なツールになっているので、ぜひとも用途に合わせてお使いいただけたらなと思います。最近料理記録ツールみたいなやつとかもなんか追加されたりだとか、もう本当に常に使いやすく新しく改良されていったりだとかしているので、ぜひとも使っていただけると皆様のポケモンスリープライフにより良い刺激になるのかなと思いますのでね、よければご利用ください。めちゃくちゃ回し物。ねえ、そんなレノンクスポケスリ攻略ツールさんのざっくり使い方でした。わからないことや間違っていることなどあれば、ぜひともコメントいただけますと幸いです。なんか全然欲しかった情報なかったよってなったら、もう一本作りたいなと思いますので、何卒コメントやグッドボタン、ハイプボタンも、頂戴できますと幸いです。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければグッドやハイプで応援いただけますと幸いです。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。そしてこれの使い方解説してというね、声それなりにたくさんいただいていたんですけれども、長らくお時間を頂戴しまして大変お待たせいたしました。それではこのサイトもねちょいちょい回収されているので、次この動画を見た時にはもう中身が変わっていたりとかする可能性もあるかなと思うんですけど、そうなったらそうなったでまた新しく作りたいなと思いますので、わからないことあれば何でも
お申し付けください。作るまでには時間がかかるかもしれません。ご了承ください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバイ。ぜひログインして使ってみてください。